らどけよおっさん。麗しいゼロス君のお通りだぜ。おや、聞き捨てなりませんね。誰がおっさんなのですか？麗しのゼロス君。んなもん決まってんでしょうが、俺様の前にはジェイドしかいねえんだから。へえ、それはどこのジェイドでしょうね。旦那のことだっての、俺の目の前にいるあんたのこと。はあってなんでそこでため息つくんだよ。いいえ、あなたのように大声で騒ぐ赤い髪の人を見るとなぜか不快になるんですよ。何かの因果でしょうかね。なあ、そうですか。そりゃご愁傷様。おや、釣れないですね。お褒めに預かりどうも。ゼロス君超嬉しい。褒めたつもりは全くなかったんですけどね。そりゃそうでしょうよ。オタクに褒められるなんざゾッとするね。おい、なんか話せよ。何かあるのならあなたからどうぞ。私は特に用はありませんので。本当に気に食わねえおっさんだなあんた。2度目ですよゼロス。訂正させていただきますが、私はおっさんと呼ばれるような要素は持ち合わせていませんよ。30過ぎてりゃ十分当てはまるだろ。逆に聞くけどよ、おっさんってのは年齢以外にどんな要素があんのよ。さあ、定義づけることが難しい用語ですので私には回答しかねます。じゃあ自分はおっさんじゃないって主張するあんたもその定義がわかんねえんじゃ反論のしようがねえよな。おや、言いますね。おいおいおっさん、俺様が美しくて超賢いからってそう突っかかってくんなや。ゼロス、3回目ですよ。何度でも言ってやるぜおっさんっていい度胸ですね。あでちょなんだよあのブール。おやおや、随分と不注意なのではありませんか？あなたはそれでも剣士なのでしょう？前衛らしくしっかり働いてほしいものです。それでもってなんだよったく。相変わらず気に食わねえおっさんだな。5回目ですよゼロス。さすがに聞き飽きました。その言葉そっくりそのままお返ししますよ。いや俺様はおっさんじゃねえから、まだまだピッチピチの若者なんでね。残念でした。ピッチピチの若者ですか。それは失礼いたしました。ではブールの攻撃を受けていたようですが、怪我はありませんかゼロスちゃん？っておい、そりゃ若すぎだろ。そこまで子供じゃねえから。子供は自分で子供だとわからないから子供なんですよ。いや自覚してっから。俺様間違いなく成人してっから。私もとっくに成人こそしていますが、若輩なものでまだまだ勉強も足りません。ですので私からすればあなたは子供も同然です。そうでしょうゼロスちゃん？気に食わねえ。じゃあ旦那も子供ってことだろ。ならあんたはジェイドちゃんだよな。なあ。おや、そうきましたか。前々から切り返しがうまいとは思っていましたが、見た目と裏腹に意外と起点が効くんですね。麗しのゼロスちゃん。俺をただのアホだと思うなよおっさんのジェイドちゃん。いやー、若い方をいびり倒すのは楽しいですね。またネタを考えるとしましょうか。ああ、いつでも受けて立つぜジェイドちゃん。おや、どうしました？空腹ですか？別にお腹は空いてないんだけど。では腹痛ですか？いけませんね。体調管理は己でしっかり行ってください。だからお腹は別に宿題みたいなものを頼まれてしまって。なるほど、それで悩んでいたと。まあ勉強というものは人によって苦行にしかなりませんからね。でも多分僕勉強は好きな方だと思うんです。ただこの分野はあまり得意じゃないというか。そうですか。おそらくあなたならうまくやれるでしょう。では失礼。はいじゃなくて、そうだ、これジェイドさんに相談してみようかな。よし、
ちょっと怖いけど声をかけてみよう。ジェイドさん、これ見てほしいんだけど。おや、先日言っていた宿題とやらですか？やれやれ。宿題というものは自分でやってこそ意味があるものですがね。これは作戦書の類ですか？はい。体験を利用した戦術の考案を半ば強引に押し付けられてしまって、ずっと遠い昔の友達にこういうのが得意な人がいた気がするんだけど、僕はそこまで得意じゃなくて。年若いあなたが遠い昔の友達ですか？はい。記憶が曖昧でよく覚えてはいないんですけど。まあいいでしょう。そうですね。体験士は一撃で与えるダメージが大きいですが、隙も大きいのが欠点ですね。ですから単独で突出せず、背後に術や弓を得意とする遠距離型の人員を支援として配置するべきでしょう。同時に常に己が盾となるべき後衛に攻撃が及ばぬよう気を配らなければなりません。即時的な状況判断力が必要になるでしょうね。ジェイドさん、すごいですね。何かやっていたんですか？例えば軍師とか。いやー、全く思い出せませんね。何せあなたと同じく私も記憶が曖昧ですから。そうですよね。でも勉強になりました。ありがとうございます。いいですか？部隊を複数に分割する際は前衛と後衛のバランスをより的確に分けねばなりません。加えてより有利に戦闘を運ぶためには相手の布陣、兵力などの情報を可能な限り事前に仕入れておくと良いでしょう。もちろん常に少数精鋭の構成を練ることも忘れないようにしてください。ジェイドさん、本当にすごいや。まるで先生みたいで。先生ですか？ジェイドさん、どうかした？いえ、先生などと呼ばれたのは初めてだったような気がしましてね。なんと言いますか、抵抗というか嫌悪感を抱いたと言いますか。ごめんなさい。いえいえ、全く気にしていませんよ。ですが私を一瞬でも悩ませたことに敬意を表してルカにはお仕置きですね。やめてよ。先生ですか。たとえ記憶を失おうとも決して忘れてはならない言葉でもあるような。何にせよあまり良い響きではありませんでしたね。私にも何かあるということでしょうか。気づかせてくれたということでルカには一応感謝をしておきましょうかね。どうも。俺様レイブンね。知ってるよね？はい、もちろん知ってますよ。レイブンでしたね。いや、今確実に俺の名前確認した風に聞こえたんですけど。気のせいじゃないですか？おっと、これは食えないタイプのおっさん登場？人を捕まえておっさんとはあなたに言われたくありませんね。あなたみたいな人こそ犬も食いませんよ。何その言い草、おっさん傷ついたよ。どうぞどうぞ、存分に傷ついてください。おっさんのハートは傷つきやすいんだから大事に扱ってよね。ああそうですか。ちょいおい、途中で話打ち切られるのもおっさん傷つくんだから。なんとかならんもんかね。おや、聞こえよがしな発言ですね。そんなつもりはなかったんだけど、聞こえちゃったらしょうがないね。無視するのもなんなので一応聞きますけど、どうしました？いやー、若い子たちの行動におっさんついていけてないなーなんて思ってさ。こうなんていうの？
あいつら若くて輝いてて眩しくておっさんたまんないみたいな。は若いのは体力あるしひょいひょい動くけどおっさん的にはきついのよみたいな感じでさ。あ、ああ、ですよね。今の何よ。いえ、こういう話ができる相手がいるとは夢にも思っておりませんでしたので、特にあなたとは。失礼ね。オタクと俺同年代一緒。認めたくはありませんけど、そのようですね。まあてなわけだからおっさん同士仲良くしようぜ。お断りします何それと言いたいところですが、一応考えておきますよ。ああ、ジェイドちゃん、今度一緒に酒でも飲まない？はあ、戦闘中ですよ。何を言ってるんですか、あなたは。いいじゃん。俺様あんたに話したいことがあるんだよ。話をするだけなら別にシラフでもいいでしょうに。で、何の話ですか？わがままで向こう水で何かと暴走しがちな若い子の話。あ忘れちまってはいるんだけど、俺元の世界ですっごいやきもきしたような気がしてさ。なんかこう今ここにいる若い子とも重なる部分とかもあるみたいでさ、なんかモヤモヤするんだわ。あんたならきっと俺様のこのモヤモヤを分かってくれるんじゃないかって思ってさ。ダメ？わがままで向こう水で暴走する若い人ですか。まあいいでしょう。私もその話に引っかかるものがあるようなので。おう、話がわかるね旦那。俺様感激。その前にこのブールとっとと片付けてしまいませんか？はいよ。んじゃ頑張っちゃいますか。はいはい、張り切りすぎないように。おう、互いにね。おやミラ、今日も読書ですか？あなたはいつも何かを読んでいますね。勉強熱心で何よりです。ところで今日の本は何ですか？救命の心得、とっさの応急処置だな。主に術による治療法が書かれている。ほう、あまり聞かない本ですね。どこで手に入れたんです？誰かの荷物に紛れ込んでいたのをしばらく拝借することにした。勝手に持ち出すのはどうかと思いますが、回復術に興味があるとは関心ですね。ただ回復術を使うことは私には難しいようだがな。本の知識はどうするつもりなのですか？それを私も考えていたところだ。あなたは面白い人ですね。おやミラ、また読書ですか？嫌な予感しかしませんが、今回は何を読んでいるのですか？子供を誤飲から救えだな。誤飲とはまた縁もゆかりもなさそうな単語ですね。一体誰が持ってたんですか、そんな本。分かればそのものに礼くらいは言っておこう。そういう問題ですかね。まあいいですけどね。ではお勉強頑張ってください。ブールの吸収だ。皆油断するな。ジェイド。おや、守ってくれてありがとうございます、ミラ。礼はいい。早く立て。私は次に行く。ジェイド。はい。先ほどの戦闘でお前は咳をしていた。何かの病気ではないのか？いいえ。ならばなぜ咳をしていた？ああするとあなたのような素直で若い方が私の代わりに戦闘を頑張ってくれるから便利なんですよね。いわゆる仮病というやつです。仮病という病名は知らんが、咳が出ていたのは確かだ。お前病気なのだな。患者は立てないほどの激しい咳で苦しそうにしている。この場合誤飲を疑えと書かれていた。はい。いえ、だから仮病だと。だがもう心配ない。
私が以前読んだ「子供を誤飲から救え」と「救命の心得」から得た知識でお前を助けてやるぞ。はい。案ずるな、任せろ。人を守るのが私の使命だ。人の話は聞くものですよ、ミラ。知らないのならば仮病の定義から説明させていただけませんかね。確か本によれば子を支えて。仮病というのはですね、仮の病気と書いてその文字通り背中を思い切り叩く。これでもう大丈夫だろう。遠慮せず、またいつでも私を頼っていいのだぞ。ジェイド。返事はどうした？ジェイド。ジェイド、いつもながら見事な戦いぶりだな。術と槍の両方を見事に使いこなしている。おや、これはお褒めに預かり光栄ですね。特にその槍使い、実に興味深い。普段はあなたの腕と一体化しているものを必要に応じて召喚しているのか？さてどうでしょうね。何分記憶がありませんからね。仕組みは今の私には分かりませんよ。それは残念だ。ぜひ教えを請うて戦いに役立てたいと思ったんだが。以前から感じていましたが、あなたは真面目な方のようですね。どうかな。真面目なのは大変結構ですが、行き過ぎるとご自分の首を絞めることにもなりかねませんよ。ご忠告痛みいるよ。その反応が真面目だと言っているんですがね。どうしたものかな。おや、何かお困りですか？ジェイドか。実は元の世界のことが気になっていてな。元の世界ですか。ですがあなたも記憶はないのでしょ？もちろん記憶はない。だが何とも言えない焦りのようなものを感じるんだ。なるほど。記憶を失ってさえとなると、元の世界でよほど切迫した状況に置かれていたのかもしれませんね。そうかもしれない。このままこの世界にいる時間が長引けば元の世界でまずい状況になるんじゃないか。そう考えてしまうんだ。ここは夢の世界だそうですよ。夢と現実の時間の流れが同じかどうかもわからないのに、いやはや、やはり真面目な方ですね。真面目か。意識してないがそうなのかもしれないな。いずれにせよ考えるのは自由です。ですが目の前の戦いに集中しないと足をすくわれるかもしれませんよ。確かにあなたの言う通りだ。だがどうやら気になってしまう性分らしい。こればかりはどうしようもないな。ジェイド、折り入って礼を言わせてもらいたい。礼？さて、礼を言われるようなことはしていなかったと思いますが。先日のことさ。あなたと話したおかげでだいぶ気持ちの整理がついたよ。それは何よりです。ですがあなたのことです。本当のところはまだ気にしているのではありませんか？やはりあなたにはかなわないな。だが少なくとも戦いの場で気を散らすようなことはないと約束しよう。まああなたなら問題はないでしょうね。あくまで真面目に悩みながらも前に進む覚悟がおありのようですし。そんなに立派なものではないよ。ご謙遜を。ま、私も人のことを言えた義理ではありませんしね。